涼しくて気持ちいいだろう。お前は筋肉ムキムキなんだから何時間でも耐えられるだろう。夫はそう言って私のことを業務用の冷凍庫に閉じ込めた。と、夫は思っている。実は私はそんなところにはいなかった。夫は人違いをしているのだ。とんでもないことをしてしまったということに夫が気づくのはもう少し先になる。私の名前はリカ、30代既婚。仕事はジムのインストラクターをしている。同い年の夫、直人は食品会社に勤める会社員。夫とは結婚6年目を迎えるが、最近倦怠期というのか、おざなりにされている感が強いことがもっぱらの悩みだ。ねえ、最近私たちレスだと思うんだけどどうして？一度勇気を出して直球で聞いてみたことがある。すると、夫の答えはこうだ。最近忙しくて疲れている。何より私の体は鍛えすぎていて、筋肉ムキムキすぎて萎えるのだと。もっと女らしい体が好きなのだと重ねて言った。私はその言葉に絶句してしまった。私は仕事柄体を鍛えてたるまないようにしないといけないし、努力して今のボディラインをキープしている。そもそも結婚前は私の引き締まったスタイルが好きだと言っていたではないか。7年前、友人の家のパーティーで出会った直人は、私に一目惚れしたと言って猛アタックしてきた。私はあまり恋愛に積極的ではなく、受け身型だったので、相手からアプローチしてもらう方が楽だったし、猛アタックされて嫌な気などしなかったので、自然な流れでその後何度かデートを重ねた。後で友人から聞いた話では、実は直人には当時付き合っていた彼女がいたらしいが、それを知った頃には私の方が引き返せなくなってしまっていた。私の方から積極的に結婚に持ち込んだ。元カノと別れる時にはかなり揉めたらしいが、結婚してしまえば向こうも諦めるだろう。私は結婚したことで逃げ切りがちした気でいた。しかし、今から思えば、やはり直人は根っからの女好きなのだろう。一人の女では飽きてしまう性分なのではないだろうかと最近よく思う。以前から女遊びの兆候はあったが、最近ますますひどく朝帰りが多くなった。仕事が忙しくて泊まり込みじゃないと終わらないのだと、直人は大げさに言って疲れているアピールをしてくるが、その割に体からするソープの匂いは何なのか？会社にアメニティグッズが揃っているとでも言うのか？他にも洗濯物に長い茶色い髪の毛が紛れ込んでいることもあった。私はショートカットで黒髪なので、明らかに私のものではない。これは限りなく黒に近いグレーだ。確固たる証拠をつかまなければと考えた私は、休みの日に直人を尾行することにした。夜19時頃、会社を出た直人が直帰せずに繁華街に行くのを突き止めた。私は持ち前の身のこなしで雑踏の中を素早くすり抜け、直人からつかず離れずの距離をキープしながら尾行した。そして、直人と若い女がイタリアンレストランの前で待ち合わせ、中に入っていく場面をしっかりと目撃した。今日は残業確実だから、夕飯は適当に済ませておくよと、そう出かけに行っていた笑顔がガラガラと崩れていく。しかし、一緒に食事をするだけでは浮気とは言えない。私は二人が食事を終えた後どうするのか、向かいのカフェから注視していた。この時点では、もしかしたら、とまだ淡い期待も抱いていたが、食事の後、マンションの一室に消えていく二人の姿を確認した頃には覚悟も決まっており、私はどうやって相手の女の身元を突き止めようか考えていた。私は翌週、平日休みの早朝、
例のマンションの前で女を監視していた。朝8時過ぎに出てきたその女が向かった先は、夫の勤めている食品会社だった。やはり同じ会社の人間だった。夫が以前、ジムに若い女の子が入ってきたと、鼻の下を伸ばして話しているのを聞いたことがあった。その女はロングヘアで、細身だが適度に肉付きが良く、いわゆる女らしい体つきだ。私の体は筋肉質で好きじゃないと言われたことを気にしていた私は、ああいう体だと良かったのだろうかと考えてしまった。そこからの日々は辛かった。こうなったら慰謝料はきっちり請求しようと考えていたので、弁護士のところへ行ったり、証拠を集めるため夫の行動を見張ったり、日々張り詰めて過ごしていたため、私は食欲も落ち、ますます痩せていった。夫との共同生活はそ知らぬ顔で何とか続けていたが、お前、ますます痩せて鶏ガラみたいになったな。もう女捨ててる感じだな。そう言われた時は、今更ながらやはり傷ついた。浮気を突き止めてから何をしていても落ち着かなくなり、余った時間は職場であるスポーツジムでトレーニングに励んでいると、ある男性客が話しかけてきた。見た目から推測すると同年代のようだ。よくお会いしますね。熱心にトレーニングされているんですね。スタイルキープのためにすごく努力されてるんですね。と感心され、私は笑顔で曖昧に返事をしたが、本音を言えばこれはもはや努力ではなくて鬱憤晴らしだった。鍛えれば鍛えるほど夫からは女扱いされなくなるしと自虐気味に考えていた。そんなある日、私はとうとう決定的現場を目撃した。仕事終わりに夫の会社の離れ倉庫のような場所に夫と相手の女が時間差で入っていくのを見たのだ。女の方は人目を忍ぶように黒っぽい服装だったが、何度も尾行して見慣れていたからあの女で間違いない。こっそり倉庫の裏側の窓から覗くと、二人は中で酒を飲みながらイチャイチャしていた。女の上着を夫が脱がそうとしている。人気はなさそうだったが、職場で何ということをしているのか。あまりの常識のなさに信じられない気持ちで、私は怒りを通り越して吐き気がしてきた。吐き気のためしゃがみ込んだ時に、足場に使っていたブロックが崩れて大きな音がした。私は逃げ出そうとしたが、崩れたブロックに足を取られ、すぐに走り出すことができなかった。なんだ今の物音、誰かいるのか？リカ？なんでここに？そうこうしているうちに、夫に顔を見られてしまった。相手の女も脱いでいた上着を羽織って窓辺を見に来た。夫の浮気現場を抑えた妻が、夫と浮気相手の女と対峙することになってしまった。私たちは全員数秒フリーズしていたが、私は何も言わずに立ち去ることにした。決定的現場を抑えたのだ。もはや何も言うことはない。こんな場所で軽はずみな行動をとって、会社の防犯カメラにも二人の映像が残っているだろう。弁護士を通して開示請求して、あとは離婚の申し立てに慰謝料請求。私は悪いことはしていないが、もう夫を責めたり話し合うのも嫌になっていたので、手続きを淡々と進めていきたい気持ちだった。あんな場面を見た後で、もう夫の顔も見たくなかった。これまで夫との幸せだった場面が思い出されたが、私は感情を振り切るように必死で走った。夫と女が追ってきている気配があったので、私は業務用倉庫が密集している方に駆け込んだ。何もやましいことはなかったが、追われれば逃げたくなるものだ。
決定的証拠をつかまれ逆上している可能性もゼロではない。追いかけてくる足音は最初2人分だったが、そのうちに1人分になった。夫は元陸上部で足が速いが、相手の女はそうでもないようだ。はぁはぁと乱れた息の音が聞こえてくる。私はそれを聞いて、元来た道へと素早く身を翻した。身のこなしには自信がある。おい、リカ、どこ行った？くそ、見失ったか。夫の声が聞こえてきた。私は足音を消し、息を潜めながらそろそろ歩いていたが、あるものを見つけてからわざと大きな足音を立てた。リカ、こっちか。ここだな。見つけたぞ。夫が立ち止まったのは、冷凍庫と書かれた倉庫の前。そこにはよく目を凝らしてみないとわからないくらいの黒っぽい人影が。リカ、ここにいたんだな。こそこそ覗いて気持ち悪いんだよ。ここで頭冷やせ。そう言って、夫は倉庫の扉を開け、人影を蹴って倉庫に押し込み、鍵をかけた。どうやら夫は倉庫の鍵を持ち出せる立場にあるらしい。密会場所の倉庫の鍵を開けるために鍵束を持ち歩いていたようだ。はは、涼しくて気持ちいいだろう。お前は筋肉お化けだからな。何時間入ってても大丈夫だ。ははは、ざまあ見ろ。夫の高笑いがあたりに響いていた。おい、クソ嫁は冷凍庫に放り込んでやったからもう大丈夫だ。帰ろうぜ。いないのか？先に帰ったのかな？俺もあいつの家行くかな。夫はそうつぶやいて、酔っ払って千鳥足のままふらふらと駅へと向かった。電車で3駅離れた相手の女のマンションへと向かったようだ。おーい、俺だよ。さっきは邪魔が入っちまって悪かったな。嫁は冷凍庫に閉じ込めといたからもう大丈夫だ。さっきの続きしようぜ。部屋の前でろれつの回らない口調で言っている夫の前に、すっと私は姿を現した。おかえり、直人。もうお気づきだと思うが、冷凍庫に閉じ込められた黒い人影は私ではない。実は、あの追いかけっこの際に、私を追いかけようとして途中で疲れてうずくまっていた人影と私の服装がよく似ていることに途中で気がついたのだ。うずくまっている浮気相手の女は黒っぽいパーカーを着ている。私も尾行スタイルで黒いパーカーを着ていた。この暗さでは見分けがつかないかも。そして夫は酔っていた。夫はあまりアルコールに強くなく、飲むと特に判断力が一気に低下することを私はよく知っていた。つまり、夫が冷凍庫に閉じ込めたのは私ではなく浮気相手の女だったのだ。夫が私を捕まえてどうするつもりなのか離れて見ておきたいと思ったのだが、まさかあんなことまでするとは思っていなかった。タクシーで先回りした私を見て、夫は慌てふためいていた。リカ、お前なんでここに？冷凍庫の中のはずだろ？もう抜け出したのか？夫の間の抜けた声に心底呆れ返った。私ははーっとため息をつき、お相手の女性も気の毒よね。こんなバカ男に引っかかって。挙句の果てに冷凍庫に閉じ込められるなんて。何言ってんだよ。閉じ込められたのはお前。まさか俺間違え。夫の声はブルブル震えていた。そこに男性の二人連れが話しかけてきた。すいません。ちょっとお話聞かせてください。二人のうち初老の男性が警察手帳を見せてきた。実は私は夫が立ち去った後、すぐに警察に通報していた。ついでに犯人がここに来るだろうことも伝えていた。私見ました。この人が冷凍庫に閉じ込めたんです。防犯カメラもあるはずです。私はきっぱりと言った。
夫はおろおろして私と警察官の顔を交互に見ている。あんたね、どんな事情か知らないけど、女性にそんなことしちゃダメだよ。閉じ込められた女性は凍傷でね、かわいそうに入院だよ。まあ話はゆっくり書で聞かせてもらうよ。ところであなたはあんなところで何をしていたんですか？この人と何か関係が？警察官の男性は私にも質問してきた。私はこの人の妻。いえ、元妻になる予定です。明日にでも離婚するつもりです。ちょっと待てよ、リカ。夫の絶望した顔が見えた。この一件で夫が失ったものはあまりにも大きい。そのことに今になって気づいたらしい。本当におめでたい男だ。妻にあんなことをしようとして、この先普通に暮らせると思っていたなんて。これからの連絡は弁護士を通してください。私は連れて行かれる夫を黙って見送った。その後、当然夫と相手の女との関係は終わった。刑事事件として裁判になり、夫は身体的な損傷や精神的苦痛の損害賠償金を請求された。その裁判では私も証人として証言台に立った。私は淡々と事実を述べたが、被害者である浮気相手の怒りは凄まじく、この野郎、人を冷凍庫に閉じ込めやがって、絶対許さねえからな。裁判長、こいつ一生無所から出てこれないようにしてくださいね。あまりにも罵声が激しく、途中退廷を命じられていた。どうやら彼女は体つきは女らしいが、中身は違ったようだ。中指を立てながら退廷させられる姿は圧巻だった。その裁判中に私は離婚を申し入れ、弁護士を通じて無事離婚が成立した。原因が元夫の浮気なので、慰謝料は当然請求できた。元夫は当然会社をクビになり、被害者への賠償金と私への慰謝料で、この先の生活は大変なものになるだろうと予想できた。私が離婚手続き中の妻という立場で証言台に立ったことで、マスコミ関係者らしい人が声をかけてきた。妻と浮気相手を間違って冷凍庫に閉じ込めるというのは、マスコミ的にはネタとして面白いのかもしれない。しかし、私はもうそっとしておいてほしいの一言だった。私は特に仕事を休むこともなく、インストラクターを続けた。元夫と離婚して数ヶ月した頃、久々に男性から声をかけられた。以前も話したことがある人だ。その男性客は以前からトレーニングに励む私のストイックな姿勢に惹かれていたのだという。ネームプレートを見て私の名字が変わったことに気づき、しばらく声をかけるのを控えていたらしい。よかったら食事でもどうですかと顔を真っ赤にしながら話す男性客の態度に好感を持った。何よりトレーニングする私を好意的に捉えてもらえたことが嬉しかった。筋肉ムキムキ、鍛えすぎ、鶏ガラみたい。元夫に言われた言葉は今も傷となって残っている。トレーニングをしながら毎回脳裏にちらついてくる言葉たちだった。この人はこれらの言葉の呪縛から解き放ってくれるかもしれない。私はそう考えて笑顔で返事をした。まだこの人とどうにかなるなどとは思っていないが、新しい出会いだと前向きに受け止めたいと思う。私は何も悪いことはしていないし、幸せになる権利はあるのだから。冷凍庫で凍えさせるんじゃなくて、温かい気持ちで包んでくれる人がきっといるはずだ。